今日は面接で落とされないコツは何ですかという実際に大学生からもらった質問についてお答えいたします。身も蓋もない答えを言いますと、他社から内定をもらっておくことです。営業でもよくこれは使う方法なのですが、まずある分野のキーとなる会社にその製品なりサービスなりを使ってもらって導入してもらって、どんな形でもいいのでね、それをもって〇〇社にも導入してもらっておりますというと、その営業先でも導入してもらえる可能性というのは高くなります。人は他の人が評価しているのならば、それは信頼できそうだと思ってしまう傾向があるからなんです。では今日はただそれ以外のコツについてお伝えいたします。まずその1としては、企業分析が他の人よりも深いことです。誰だって企業分析はしますね。名前しか知らない会社を受けに行くということはしないと思います。その分析をするための切り口についていくつかお伝えいたします。まずその会社の生い立ちは何か、どういった分野に強いのか、何で主に売り上げているのか、どこの国どの地域での売り上げが大きいのか、今後どういう方向に向かおうとしているのか、その会社が一番大切にしている価値観は何なのか、どういう社員がいるのか、どういうサービスもしくは商品を出しているのか、過去と現在ですね。平均給与や平均勤続年数、平均年齢からその会社にはどういう人たちが多いと考えられるのか、インターンシップや説明会ではどんな人がどんな話をして何を伝えようとしていたのか。でこれ毎回インターンシップに応募することはもう必須です。通らないことも多いんですけれども、少なくとも自分が興味を持っていることが伝わりますので、インターンシップに一度も応募しないのに御社が第一志望ですってなんかおかしいじゃないですか。そして競合他社はどこにあたりどういう関係にあるのか、口コミサイトではどのような社員がどんなことを言っているのか、どういう大学からの採用が多いのか、他にもまだまだありますが、知っている社員がいたりすると一番リアルな話を聞くことができます。知っているというのは先輩だったりですね。またその業界誌などにその企業が紹介されていたりすることもあります。大きな会社になるとその経営者がですね本を出していたりしますね。そこから考え方や方向性などを見ることもできます。絶対にダメな方法を言うと、企業のホームページの情報だけで調べることです。スピーカーを買うだとかパソコンを買うなら別にホームページと口コミだけでいいでしょうけれども、企業分析は自分なりのレポートを作るつもりで進めます。薄く何十社も調べるよりも深く数社を調べた方がいいです。例えばの話ですと、いろいろな社会人がですね集まりに顔を出して名刺交換だけをして、薄っぺらいお互い顔も覚えていない関係を積み重ねても何の意味もないですよね。それより何か事業を作るとか、人数は少なくとも深い関係の方が今後につながるし、それこそ人脈になるのと同じです。で、2つ目に大事なことは、自分の強みを明確に言葉にしていることです。自己分析をすることで自己 PR は上がりますね。学生に限らないのですが、多くの人が自分に自信がないというふうに言います。長所なんてないですとか、特に学知化がないとかですね。学知化っていうのは学生時代に力を入れたこと、これを学知化と言います。そうなってしまうのは考えられることが2つあります。1つ目はできる、自分が何々ができるというところのレベルを非常に高いところに置いているために、自分なんかはできるうちに入らないだろうといったところから自分にできることはないと言ってしまうパターンですね。2つ目は学生時代本当に価値があると思えるようなことをしていなくて学知化が見つからないというパターンです。今言った1の場合、そもそも何をもって〇〇ができると言っていいのかわからないというのは、これは学生からもよく聞かれますね。
この程度で〇〇ができると言ってもいいのだろうかと。で実際ですね、そういった場合は事実だけを伝えればいいんですね。視覚などであれば、正確に伝えることができますね。ところが特に視覚がないものだったり、また視覚は取っていない場合もあります。技術職などであれば、技術系などであれば〇〇ができますというのは具体的に示したり見せたりすることができるじゃないですか。例えばプログラム系であればパソコンに入れて見せられるようにしてもいいし、物であれば動画に撮って紹介してもいいでしょうし、運べるものと運べないものがありますからね。そのものとかソフトウェアというのは技術系とかその人が見ればですね、これはどうやってるのとかこの部分はどうしてるのというふうに見ただけで大体伝わるんですね。この人の技術はこれぐらい持ってるなとか。ですので非常にはっきり伝えやすい。そして問題はそちらのねレベルが置いているところのレベルが高すぎるというのではなくて、今の2番、学生時代本当に価値があると思えるようなことをしていなくてガクチカが見つからない、こちらの方が多いような気がします。特に学生時代にやってきたことというのは、学校に行って学校の課題をやってアルバイトをしていただけですと、だから特にガクチカはありませんと、言われるんですが、アルバイトの中でまず何を意識して何を得たのかを話せるようにするんですね。でもそれでも困る人いると思うんです。別に言われたことを言われた通りやっているだけなので、何かを意識してはいませんよっていう場合もあるかもしれません。そういう場合はですね、今から意識をすればいいわけです。自分が今から意識をして、アルバイトでも勉強でも資格でも何でもいいんですけれども、何かを意識して取り組むんです。それをたとえ1週間でも2週間、3週間といった短い期間であっても意識して物事を進めると、それに対して得られるものというのが何かしらあります。得られるものを気づくことですね。ですので自分が何かガクチカがないとかいう時には、ない時は今から作る、これを覚えておいてください。あと今のようなアルバイトではなくて何かを得たとかではなくても、資格などでも結構取れるものはあります。昔とは違い最近ではウェブ試験も増えましたので、難関のね試験ではない場合は割とね毎月受けることができるといった資格も増えてますので、今からそれに向かってこういう意図でその資格を取るということで取っていくということも言えると思います。3つ目、その3は自分の価値観を明確にしておくことが大切です。企業分析の時にも、企業が何を目指しどういう人に来てもらいたいのか、その価値観を調べる必要があるとお伝えしました。それと同時に自分の価値観は何かということです。何より安定が欲しいのか、自分らしく自由に働きたいのか、お金が一番欲しいのか、世の中に自分のアイデアを問いたいのか、人に役に立つことが一番嬉しいのか、こういった価値観というのは人により異なります。西陣ベースでは社会人に向けて使うキャリアアンカーというものを内容を少し変えて学生用に使ったりして価値観のヒントを見つけたりもしております。この価値観を自分なりに掘り下げて、自分は何に一番価値を感じるのかということをはっきりさせておく必要があります。そしてどうしてそう思ったのか、もしくは理由が見つからなくても、その価値観の結果、自分の取った行動などもあるといいでしょう。でその4は1から3を今のですね1から3を使って死亡理由を作り上げます。先ほどのその1とその3が深掘りできていればそれほど難しいことではないと思います。どうしてその会社に入りたいのか、自分が入ることでどんなことができるのか、会社の価値観、雰囲気と自分の価値観が合っていると採用側は採用しやすくなります。あえてまるで違うタイプを取ることもあるんですけれども、基本的には組織の仲間を探しています。そして言われたことを言われた通りにまずはできること、そして簡単に音を上げないこと、
そして自分なりの考えを出せるようになること、そしてリーダーシップ、もしくは何らかの専門性を持って動くことができること、こういったことが求められるわけなんですが、会社などの組織に入ると基本的には日々ルーチンワークになります。広い視点で見るとですよ。そうした時、会社の方針に従って業務を遂行してくれる人を望んでいます。ただ、あえて破天荒な人たちばかりを求めているとか、それぞれ企業にはカラーがあります。平均勤続年数を見ると仲間を求めているのか、同志を求めているのかなど、異なります。また、採用大学が分かる場合、自分がその多い大学に入っていると有利にはなりますが、それだけで採用されるということは当然ありません。学歴はたとえ東大であってもそれだけで通るということはありません。なぜならば、勉強ができることと仕事ができることはイコールではないからです。学歴が生地高い人の方が注意する点があるかもしれませんね。ただ、学歴が高いにもかかわらず謙虚に調べ、自分を高め、組織に貢献しようと思っている人はどちらにしろ有利ですね。他のページにも書きました。でもお話しているんですけれども、学歴が高い学生を多く取る企業は今でもありますが、それはそれだけ大変でも他人より耐え抜く力があると思われているからです。たとえ有名大学ではなくても勝ち方はありますが、もともと例えば旧帝大を中心に集めているような旧来の組織であれば、わざわざそこに入る必要はないのではないかと思います。ただ、それでも何か燃えるような思いがあるのならば受ける価値はあります。まとめますと、自分の価値観イコール企業や組織の価値観であることを確認することです。そしてそれを採用担当者に伝えることができるのならば、非常に面接で通る確率は高くなると言えます。今日はこれぐらいにいたします。